じゃあここからですね、僕の方からいくつか質問させていただきながら対談という形でお話しできればなと思っております。まず今お話し聞かせていただきまして、いろいろこう100戦に当たってのご苦労だったりとかですね、そこら辺はすごく感じたところがあるんですけれども、僕も選手委員会拝見させていただきまして、泣く泣く絞り込んでいくというところがとても多いかと思うんですけれども、なんかその選手委員をやられる中でも男性と結構女性の委員の方だったら結構意見が違うところがあったなと思うところもあったんですが、そのあたりってなんかお話してどんな気持ちになりましたか？そうですね、ある意味でやっぱりなと思ったんですが、昔から女の子は少年漫画も結構読むんですよ。ところが男の子って少女漫画読まないんですね。だからある時代より以前の少女漫画っていうと本当に男性、当時読者だった戦勝委員の男性たちも知らないとか読んでないとか、たまたまお姉さんとか妹がいて家にその雑誌があったから読んだっていうのね、それで知ったっていう話もありますけれども、なかなか男の子って積極的に少女漫画を読んでこなかったんですね、昔は。今は読んでくれますけれども。だからね、それがね悔しくっておかしいんですけど、ちょっと思い出話になりますけれども、私アリスの乙女たちって作品を書いた時に男の子に読んでほしかったんですよね。で、男の子にとっても恋愛っていうのはすごく重要な問題だと思うし、真剣にそれを考えてほしいと思ってすごく男の子を意識して書きました。そしたらですね、ある時ですね、新幹線で隣に座ってる子が一生懸命読んでたと、あと歯医者の待合室で男の子が読んでたと、そしてついに男子校の学園祭から取材依頼が来たと。で、学校で話題になってるんです。ここでこの生き方ってどうなんですかって作者に聞くと言って男子校が来てくれた時嬉しかったですね。だけど彼らも大っぴらにはあまり言えない、恥ずかしくってだから女の子には知られたくないと。でも男子校の中で話題にするのは男同士だから大丈夫っていうすごく屈折したね感じがあって、まだね男の子が男らしいってこういうことさっていうね、なんかこう幻想にとらわれてた。それが昭和の時代ですね。しんどかったんじゃないかと思います。男の子もね、僕だって弱いんだとか俺だって抱きたいんだよって言えた方がどれだけね肩の力が抜けて長生きできるかと思うんですけれども、だからそういうのをね先行してて感じました。やっぱりね男の子の読者って何かよっぽどの機会がないと読まなかったんだなと。だから少女漫画に関しては女性の選考委員がもう強引にこれ残す、はい残す、絶対残すって決めちゃいました。はい、すいません。でもある意味そういう作品が今の若い読者、男性も含めてもう一回見てもらうきっかけになるととてもいいことですよね。ぜひ見ていただきたいと思います。女の子は女の子なりにですね、昔は男の子文化と女の子文化がすごく分かれておりまして、女の子はほとんどの女の子がいろいろ悔しい思いをしてきたと思うんですね。それは女の子らしくあらねばならないっていう枠の中で、それを破りたいというヒロインたちがこの100選の中にもいっぱいいます。で、そのヒロインたちに後押しされて現実の女の子たちもやっぱり強い振りぐらいしてみようかというきっかけになったろうなと思います。だから時代を作ってきたっつったら本当にその通りなんですけれども、読者の女の子たちがやっぱり自我に目覚めて自立して生きていくっていうきっかけになった作品は山ほどあるんですね。そういうのを時代の鏡として読んでいただくのも結構だし、純粋に作品として楽しんでいただくのも結構だし、今見るといや結構これって今風じゃないって、今風がいいかどうかは別としてですね今風じゃないって思ってもらえる作品が結構あるなと思いますね。こういう作品がですね、こう若い読者への今回アピールしたいと思っているんですけれども、そこら辺がこう届く若い読者にこう読んでもらいたいというメッセージってありますかね。こういうところを見てもらうと
より読みやすくなるとか。そうですね、あまり考えずに読んでもらえばいいと思うんですよ。今の作品でもこれ今書いてる作品だと思って読むから読むけれども、これいつの作品でもおかしくないなっていう作品結構あるんですね。昭和風の作品とかも今でもあるんですよ。あるんですけれども、読んでるうちに面白いと読んじゃうっていう、そういうこともありますし、だから興味を持ったらちょっと読んでいただきたいなと。でその時に手助けになるコメントをですね、読者の皆さんからいただければ読む時の助けになるかなと思います。なんかもう時代を超えてますね。映画とかね、あと最近音楽でも結構昔のものみんな見直すっていう気風がありますよね。映画は昔から永遠のスタンダードみたいなのもできて、もう小説なんかはもっと前からそうですけれども、古典と言われるものって永遠の命を持ってるわけですね。で映画もそういうふうに何度見直してもモノクロの時代のでもね素晴らしい今の自分たちが見てと思うね永遠の命を持ってる映画って結構あるわけです。で最近は音楽ですらっておかしいんですけど、いつも時代とともにあったはずの流行り歌と言われるものですら昭和が見直されているという。だからぜひ漫画もですねどうせ古いんだろうと思わずに見直していただくと新しい発見があると思います。こういう作品たちがいっぱいあって、その旅路の果てに今の漫画界があるのだと。果てじゃない、まだこれからも続きますけれどもそういうのを気づいてもらえたらね面白いんだろうなと思いますね。今回瀬戸先生が漫画サミットで海外の作家さんとの交流がある中で、こういう形で100選を、国外に対しても方々に対してもPR してくると、意義についてどう思われますか？結構ね漫画サミットっていうのはね、私もう30年、近くになりますけれども、アジア近隣5つの国と地域の漫画家たちと一緒に、何かやりたいねって言って始めた企画なんですね。漫画サミットって言いまして、一緒に展示会やったりシンポジウムやったり勉強会やったり、いろんなことをね、その時代時代の問題を共に解決していこうということで一緒になってやっております。なぜかと言いますと、漫画って読者にとって書いてる人の国籍とか人種とか性別とかバックボーン何も関係ないんですよ。作品だけが対峙する世界ですよね。だからこれ日本が漫画がこんなに発展していると言っても、じゃあ日本人しか描けないのかと絶対そんなことないし、また各国それぞれ各地域ごとの特色もあって面白いわけですよ。でそんな中でこの100選にまつわる話をしますと、ここに残された先生方はみんながよく知っている、例えば手塚先生とか石森先生とかね、藤子先生とかいらっしゃいますけれども、そういう方たちってアジア全体の宝なんですよね。で最初に韓国の漫画家たちと会った時に、生の手塚治虫とあなたが会ったことがあるのかって会いましたよ何度もって言うだけで、うわーっつって羨ましがられて、そういう存在なんだと。で各国で漫画が発展していく初期の段階ってまるで手塚先生、まるで千葉先生の原稿じゃないみたいなのって結構あるわけですね。でそうか、みんな見てたんだと。で知らないところで私たち日本人の漫画家とか読者だけじゃなくってアジアの読者も育ててくださってたんだなっていうことをしみじみ感じたことあります。だから国境ってあまり考えずに目についた作品はみんな読んできたし知ってるわけですね。で今はもう積極的に海外に打って出る時代ですから、今の新しい作品がどんどん最初からもう翻訳される、海外で見られるっていう、そういう仕組みができて売れております。だけどこの時代の作品もね、昔から読まれてたのを
もう一度読んでくださいっていうともう知ってるよっていう世代もいるかもしれませんけれども、海外の今の若い世代は知らない。そして研究対象とすればどの分野でもそうですけど、この文化がどういうふうに育ってきたのかっていうことを振り返るとき、やはりそこで研究者とかも生まれてくると、そのための参考にはなると思うんですね。日本の漫画は急に過去20年ぐらいの間にバーッと発展したわけではなくって、こういう積み重ねがあって広がってきたんだと。で、作者がいて読者がいて、読者は作者の書いたもので育てられて、そして読者がやがて作者になって、自分はもっとね先輩に憧れるし尊敬するけれども、先輩が書いてない世界を描こうと。日本人ってオリジナリティすごく気にしますので、先輩にどれだけ憧れてもやっぱりそれとは違うものを書きたいっていう欲求がすごく強いんですね。それでいろいろと広がっていったんだろうなと思いますね。だからそういう歴史も含めてみんなで支える漫画文化っていうことで、海外の方たちの研究対象としてもいいですし、研究なんて固いこと言わないで体験漫画を読む体験として楽しんでいただいてもいいですし、ぜひ知っていただきたいなと思います。ありがとうございます。ちょっとご質問があるんですけれども、今回のトキワ荘の町の、PR 盛り上げるところの取り組みなんですけれども、その少しお話もありましたが、野中先生とそのトキワ荘に住まれる先生方との思い出話だったりとか、そこら辺もいただけるとありがたいですが。もう思い出話いっぱいありすぎて一番最初は私年の割にデビューがとっても早かったもんですから、結構早いうちから生意気にも先生方と接点はあったんですけれども、デビューのきっかけが私の場合珍しく初めて大手出版社が新人募集をしたっていう、その当時にしてはこれはすごい結構話題になって、皆さん結構刺激になったみたいなんですけれども、だからトキワ荘にいらした先生方も最初にお目にかかった時に「君が入選者か」という目で見てくださって、すごくなんかねこう緊張しましたね。でだから結構見てくださったわけなんですね。で見てくださったらなんて下手くそって思われたに違いないんですけれども、ただすごくそういう意味で先生方が認知してくださって話しかけてくださってありがたかったんですが、もちろん最初は半分気失いそうになりましたよ。これが生手塚先生、これが生赤塚先生とかつって、でだからなんかね各先輩方と同じ空間にいるっていうだけで本当に息もできないようななんか失神しそうになるぐらい緊張しましたね。で生意気にもね、私デビュー前にファンレターを水野秀子先生に出しまして、水野先生その頃はもうトキワ荘出てらしたんですけれども、やっぱり大好きだったんですね。それで私の世代だと漫画家になりたいって口にするだけで変人扱いされる時代ですから、親も学校の先生もちょっと正気に戻さなきゃっつって必死になるような時代で、もうなんか八方塞がりでね、でもなんかちょっとね突破口が欲しくって水野先生に生意気にもちょっとカット書いて送ってね、私こんな絵描くんですけど漫画家になれるでしょうかとかなんか書いて、なんかね期待してなかったらねお返事いただいてびっくりしちゃいまして、でこの絵だけじゃ分かんない漫画はねやっぱりストーリーがあってセリフがあって全て総合的なもんだから、漫画作品を今度送ってちょうだいって見てあげるからって言われて、うわ先生に見てもらおうと思って先生と書いたんですけれども、ちょうどその頃講談社が新人募集を史上初めてっていうぐらいでやったので、先生に見せる前にそっち出しちゃったんですねだからデビューが決まって結局一等賞もらってデビューが決まって東京に編集部にね
授賞式っつっても当時は講談社の応接室で局長と編集長が「はいおめでとう」っつってもうそれだけですよ。だけどどっか行きたいかっつうか水野先生にご挨拶したいっつって水野先生のところに行きました。ご挨拶に白い手で書いてらっしゃる時でね、もうドキドキしましたけれどももう本当に憧れて、とてもあんな素敵な画面は作れないんですけれども憧れました。だから水野先生プロの漫画家と初めて会ったっていうのは水野先生なんですよ。でその後やっぱり編集部が誰に会いたいとかって言うから「千葉先生」とか言って千葉先生のとこ行ってもうなんかもうね何ですかね夢みたいでしたね。ところがはっと気がつくと手塚先生はずっとね雲の上とは言いながら結構やっぱりお話しする機会が多くってその度にはっと気がついて私今手塚先生を独り占めにして話してるんだ、こんなにどんなことがあっていいのだろうかと思いましたし、その後石森先生とか赤塚先生とか阿鼻子先生とかね藤本先生とかだとそのうち気がつくとタメ口聞いちゃっててそんなことばっかり言ってからねダメなのよペンなんつってやっててはっとして私はなんということと思いながらそういうふうにお話しできるようになったってことがねやっぱりずっと夢みたいでしたね。でただね印象的だったのは石森先生が石森先生もすごくね若いうちからたくさん書いてらしていろんなジャンルを書いてらして実験的な作品も書いてらしたんですけれどももうそろそろ漫画家として生きていく覚悟をしてもいいかなとかなんかねおっしゃってて、要するに男たるものこれは仕事ではないのだと趣味なのだとまともな仕事を見つけなきゃいけないとずっと思ってたと。でこれまともな仕事ですよずっと。いやなかなか世間がそう思ってくれなかった時代だからどうしても気が済むまでちょっとしばらく漫画描いてようかな、だけどそのうちにちゃんとした社会人にならなくっちゃっつってまともな仕事に就かなくちゃと思ってたけどもうこのまんまでいいかなっていうかいいも何ももうねもう押しも押されもせぬ温帯になられてからまでそんなことをおっしゃってるんですよね。本当にびっくりしました。だけどもう私も随分ね本当ねタメ口って言って失礼ですけど石森先生でまだ石森っておっしゃってた頃に少女クラブで連載してた「三つの玉」って作品があるんですよ。で平安から室町にかけての時代なんですけれどもそれが面白くてね、これが石森先生ってなんかねすぐ連載が途中でなんかブチッと終わっちゃうんですよ。先生に言わせるとあまり人気がないから切られちゃったっておっしゃるんですけれども3つの玉もブチ切れになっちゃったんですけれども最後にしばらくお休みします続きを楽しみに待っててねって柱に書いてあるからずっと待ってたんですよ。大人ってひどい嘘つきますよね本当にね編集部が本当にひどいんですけれどもそうやって待ってていつまでたっても続きが出ない。でもそのうちにサイボーグ009とか仮面ライダーでもうバーンつって売れちゃってでも私はずっと3つの玉の続きをって思ってある時石森先生にね「先生いつ続き書くの?」っつってで「今なら何書いてもね別にどこの編集部だっていいんじゃない?」とかっつったら「いやまあね」とかって言いながらであんまりしつこく私が言うもんですからなんかねもう続き書く意欲もないしとかって言うと「どうして先生ここに読者が待ってんですよ」って言ったらそれまでの3つの玉のまとめたのをポンと出して「続き書いていいよ」っておっしゃったんですよ。で違う私が書くんじゃなくって先生が書く続きを読みたいの。第一私が書いたら先生の前に首絞められちゃうからっつって。いいよもう書いていいからさもう続き書けって言わないでって言われてあそうかうるさかったんだと思ってね
なんかいっぱいね、本当にいろんな思い出がありますね。本当に皆さんね、大先輩方って皆さんすごくね優しくって、後輩と自分たちとの間にその垣根を作らない、みんなで盛り上げる世界だからっていうのがもうにじみ出てんですよ、皆さんね。本当にもうすごくいい世界だなと思います。だからまあ私は本当にチャンスに恵まれて各先生方とねいろんなお話ができて、それだけでもすごい財産だと思いますね。内緒話もありますけれども、世間の人に知ってもらいたい、心温まる内緒話っていっぱいあるんですよね。だけど先生これ喋っちゃっていいですかって今お断りもできないので一応書いといて、私が死んだら開けていいっていうふうにしときます。でも本当に皆さんね、そうですね、なんか嘘みたいですよ。まだねいらっしゃるような気がしますよね。だからトキワ荘の再現っていうのがもう本当に私たち世代の漫画家にとっては夢で、そうそう思い出しました。私たちの世代ではトキワ荘に足を踏み入れたことがあるかどうかっていうのがね、ちょっとなんかお互いに試すっていうか、前まで行っても恐れ多くて入れないんですよ。で石森先生は結構長いでいらっしゃいましたけれども、他の先生方がお出になったりとかね、なんか前まで行っても入れないっていうのはありましたね、本当に。その中で志垣明さん、今回先週言ってくださった志垣明さんは中に入ったと、玄関から中に一歩私は入ったのだっつってみんなで「いや羨ましい、その勇気が私にも欲しかった」とかっつってそれぐらいやっぱり夢の場所でしたね。キリがなくなっちゃってすいません。ありがとうございます。最後にこのトキワ荘の街がミュージアム含めて今、はい、活性化というか盛り上がりを作ろうとしてるんですけれども、この街への期待というところを最後いただければと思うんですが。そうですね、トキワ荘の復元っていいますか、その建物ができてミュージアムができたっていうのも地元の方がですねものすごく熱心にいろいろ動いてくださって、やっぱり地元あってのものだと思うんですね。だから豊島区を挙げていろいろとこの漫画とかアニメで盛り上げていこうっていうことの一つの表れで、正直言ってじゃあねトキワ荘ミュージアムを建てたからといってそれでいきなりねバーッと何か生まれ変わるわけではないかもしれません。もともとの建物が地味ですから。だけどやっぱり忘れてはいけない原点を振り返るっていう大変貴重な文化的資産になったと思います。ですからぜひ若い方たちも来ていただきたいし、ここでいろんなことがねこれからやっていければいいなと思いますし、周辺の、ここも含めてここねやっぱりね昭和の香りのするなんかタイムマシン乗ったみたいな、そんな風に日本が立ち上がろうとしてた時代、みんな意欲に燃えていた時代、そしてみんな貧しかった時代、でも明日は必ず来ると信じていた希望ってどっから来たんだろうみたいな、そんなのまで伝わるような街並みにできたらすごくいいなと思いますね。ですから勝手にいろいろ想像してるんですけど、例えばこれは税制改革って言いますか、いろいろその資産の使い道に関する税の判断もあるんですけれども、漫画に関わる方たちがですね今後いろんな形で資金を出したり遺産を残した場合にね、それを何かでこう寄付してこの町の再現だけではなくってこの独自の文化を彷彿とさせる街並みをみんなで作り上げていければなと思います。ただ日本の場合どうしてもその贈与税とかね、そういうのいろいろかかってきたりします
けれども、そういう仕組みをうまく考えながらみんなで少しずつ力を寄せ合って新しいその人々の創作意欲を刺激してこう心が明るくなるようなそういう街並みがもっともっと作っていけたらなと思いますね。だから最初は欲張りにね時計さんのミュージアムができるっていうとあの時代の食べ物とか音楽とかファッションとかいろいろな日常生活にまつわるものを全部この通りそのものが博物館のようにね昭和レトロ空間全部が博物館のようにできれば素敵だなと思ってたんですけれども、そんな簡単に叶えられる夢ってつまんないですから時間をかけて育っていったらいいなと勝手に夢見ております。妄想力が強いとやがてはその実現しようっていう力に結びつくと思いますので、みんなでなんかいいじゃないかと思うんですね。難しいんですよ。町を育てるって言っても住んでる人がいて関わる人がいて、そんなね急にそんな口で言うほど簡単じゃないっていうのは分かりますけれども、でも時吉ミュージアムだって最初話ができた時に本当にできるのかとものすごくやっぱり不安でしたから、それができたわけですからね。まず夢を見ないと実現できませんので、妄想力をかきたてるコメントも読者の人たちから欲しいですね。はい、ありがとうございます。最後に一言だけメッセージというか改めて100選のメッセージいただければと思います。はい、100選選べたのはすごく嬉しいんですけれども、これがねうまくいったらですね200とかねこの後の時代とかねやっぱりそういうのを続けていきたいなと思います。あるいは時によってはテーマ別にダブってもいいので、世にも恐ろしい漫画100選とか100ぐらいすぐにできちゃうんですよね。あるいはその子供には見せたくないけれども大人がぜひ読んでほしい100選とか、これね100多いかな、30ぐらいの方がいいか強いかもわからないですね。いろいろねそういういろんな切り口を変えて一作でも多く皆さんの目に留まるようにできたらいいなと。で今回もですねやっぱり手に入らない本ってあるんですけれども、これを機会にデジタルでもいいのでいろいろ読める形どこかがうまく考えてくれればいいかなと期待しておりますので、この作品ってこの世に生まれた時からねやっぱりこの世の中の何かの一員なんですよね、作品そのものも。だからそういうのも全部大事にしていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。じゃあ皆様からご質問等をいくつかいただくと思うんですけれども、挙手いただけますでしょうか、方は。ぜひお願いできますか。ちょっと前に待って、質問すみません、これからいただきましたら。どうですかね。そうお願いします。すみません。今回選ぶにあたってやっぱりいろいろ選考委員って何人もいたと思うんですけど、揉めたりとかちょっとこれはとか衝突したことってないですか？和気あいあいと選んだんでしょうか？衝突はないですね。本当に困りながら、もっと削らなきゃいけないのか、まだ200もあるのかと。でもこれもねあれもねつってみんな名残惜しくて、なんかそうなるとぜひこれを残してほしいっていう理由をね話すわけですけれども、みんなねやっぱり残したいのばっかりで、だから衝突じゃなくてそういう悩みですね、選ばなきゃいけないのってこんなしんどいんだと。もう100って数字って結構なもんなので、
最初本当にね、大丈夫、100いけるなと思ってたんですけどね。でみんなからこれはぜひっていうのを集計すると400超えちゃって、そこでもうみんな頭抱えちゃったんですけれども、ただ忖度一切なしでこれを残すと世間から品種買うだろうとか、そういうのも全く気にしないで選びました。面白い雑談はいろいろありましたけどね、結局最後まで意味わかんなかったとかねそういうのも出たりしましたけれども、それも含めて非常に充実して正しい悩みの多い選考会でしたね。みんなすごく疲れたと思います。ありがとうございます。はい。じゃあご質問は以上かと思いますので、はい。じゃあご質問タイムこちらで終わりできればと思います。最後のフォトセッションでこちらの日本学のポストを前に僕と佐藤先生でちょっと写真を